にちは。今回は推しの子第15話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。天才プロファイラーあかね。あかね、お前は死にすぎた。プロファイリングの天才。あかねちゃん名探偵だったか。愛になりきるためにめっちゃ調べたんだもんだ。絶対探偵やった方が良いって。正解にたどり着いてしまったか。スピンオフであかねが探偵になる作品はよ。あかねちゃんそれ退場フラグや。凄腕プロファイリング。でも母さんを名前呼びであるという点で引っかかりが残ることに。あかねちゃんがメインヒロインじゃん。重曹ちゃんは椅子に縛り付けて猿靴はさせて今のシーン見せつけたい。人の心ないんか。ルビーとメムチョの出番。ちょっと少なめじゃないですかね。こないだの見合いものシーンは兄よりで無理やり出番作った。フォルダはもうちょっと整理した方がいい。整理も何もデスクトップに置いてるだけだし。全部デスクトップに並べちゃう業の人は結構いるんよな。俺のことか。コアさんが元気になってよかった。と思ったら今度はアクアが弱々になってる。今日のは見応えあったな。やっぱり面白いわ。いいまとめ方だな。アニメの出来いいな。忘れてたけど前世者なんだっけ。生まれ変わる設定っているん。あかねにバレたかな。アビコ先生案外ちょろいん。脚本がうまくいったと思いきや、今度はアクアのトラウマがえぐられるとはな。とりあえずゴアさんが元気になってよかった。エンディングのイントロ好きになってきた。原作だと監督はアクアの彼女はてっきりのところで有馬を思い浮かべるのに、てっきりのとこで有馬の回想出てこなかったな。有馬とキャッチボールしたことなんかあったっけ。一期でやってた。学校サボってやってた。楽しかったことを思い出す場面で前世の医者時代の記憶が出てくるのかと思ったけど、ないのかよ。2期も面白いじゃねえか。あかねがヒロイン力を発揮しとる。また重曹ちゃん強気にリードしてると思わせといて、あかねの逆転ホームラン展開じゃないですか。膨れっ面で可愛さアピールしておいて母性発揮してバブみまで感じさせるとか、あかねのトップ独走体制で重曹ちゃんが息してないよ。やっぱ本筋絡んでくると面白いな。あかねが正ヒロインだわ。アクアの彼女と聞かれてもじもじしながらうなずくあかね可愛すぎた。よっしゃ、正ヒロイン決まったな。風呂でも入るか。あの監督はあかねのこと彼女かよ。俺はてっきりこれ何を言おうとしたの。母ちゃん有馬の方と付き合ってるのかと予想。原作だと吹き出しに有馬の顔がある。監督ん家に連れ込むってほぼほぼ親に挨拶みたいなもんだよな。アクア争奪戦に妹ちゃんと25歳は参加しないのかい。ルビーちゃんのアイドル活動に支障をきたしたくないのはわかるけど、こういう時こそコミュニケーションが必要じゃないのか。ルビー、サリナの復活はよ。重曹ちゃん、もう少しだったのに惜しい。ベル並みのプロファイリングの天才あかねちゃん、名探偵だったか。プロファイラーあかねすごすぎるな。この分だと来週あたりにはクアとルビーが転生者なのもバレそう。プロファイラーあかねの本領発揮だったな。重曹ちゃん頑張らないと。有馬って星野兄弟が宮古社長の実子じゃないって今の時点では知らないんだっけ。名字違うのに実子ってことは普通ない。あかねいい女だと思うけど、何もかんも見透かされるところは怖すぎる。そういうプレイだと思えば興奮もできる。浮気とか全部挙動不審でバレちゃうぞ。子供部屋おじさんグッジョブ。しかしあの闇の人は何。フォローではへえ、五郎が鬼畜メガネの悪霊と化してるぞ。ルビーちゃん早く来てくれ。ルビーちゃんを早く呼ぶんだ。アクアの嬉しかった思い出集。ちょっと意外な場面がちらほらあって面白い。あいつやっぱツンデレだわ。アクア氏、あかねとのビジネスデートもしっかり楽しんでた模様。しかし今までアクアって PTSD を起こしては子供部屋おじさんのところに行ってたのかよ。重曹ちゃんには本当のこと言えないだろうけど、何のためにルビーと宮子さんがいるんだよ。宮子さんが育ての母なら五反田監督は育ての父だからしゃあないね。
いちご社長。あ、そんなやつもいたっけね。妹にはもう愛の死関連には触れずに常に前を見てほしいと思ってる。母親の胸の中で母親が死んでいくのを感じてくってトラウマってレベルじゃねえぞ。そりゃハクは感情の連議をしたことが何以上の障壁になりそう。アクアは PTSD のおかげで迫真の演技。 P 入った。ジジイのなんだって。ピーヨンはロタ。でもほぼ隠れてなくてもっとはロタ。こいつかわいいな。捨てキャラなのか。上のジェネリック有馬みたいな子。ララライの七三メガネの人が気になってしゃあない。七三メガネの人はいわゆる名脇役とか言われるタイプの人なんかな。主演はめったにないけど、助演作多数の売れっ子的な。遠藤健一的な。アビコ先生実は可愛すぎだろ。売れて勘違いしてたのと、追い詰められて精神おかしくなってただけで普通に可愛いだろ。あははは、原作者と脚本家の意思疎通できるじゃねえか。初めから間に人を入れない、直接対話の形式取っておけってな。仲良しガチャには勝ったが、説明セリフカットしまくりでレンジャーにえぐい負担のかかる脚本に。めっちゃとだっちゃったけどな。スケジュールカツカツじゃなかったらおそらく基本的には通らないシナリオ。とはいえメルトとアクア以外の実力派キャストにはやりがいがあるだけの無問題じゃん。それやると仲良くなるか仲悪くなるか。それが原因でポシャる企画も多数ってセリフ聞いてなかって。アビコ先生は話は変えてよし、キャラは変えるなで最初からずっと言ってるんだよね。故に今回のカット祭りでキャラ描写は役者に丸投げ脚本となった。今回の直接対話が成功したのはゴアさんの舞台にいたからってのと、歩み寄ろうってのがあったからでもある。さて直接対話だったらうまくいったとも限らんし、難しいところ。どちらにせよメルト君は死ぬ。アビコ先生と脚本の方もいい感じに意気投合して一段落。そりゃまあ目の前で一番の推しが殺されるところを止められなかったらトラウマにもなるわ。かなちゃんも知らないとはいえすごい地雷を踏み抜いてしまったもんだ。やっと顔合わせコミュニケーション取るのって大事なんやね。一件落着してよかったけど、舞台特化の脚本になったことで舞台俳優以外にはきつい展開に。実質幼なじみは重曹先輩も似すぎはのた。アビコ先生とゴアの脚本修正場面。映像で修正の模様を具体的に箇所を映し出し示していけることを利して、原作よりだいぶしっかり修正の意図や手法を細かく説得力高く描き出していたのもとても良かった。原作者と脚本家がよく話し合って、演者さんの演技力頼りのカットされまくった台本を上げて、プロデューサーが頭を抱える。これが本来のメディアミックスの理想の姿なんですよね。違う。直接対話が一番手っ取り早い。相性という永遠の課題があるけれど、プロデューサーなら毎回ギャンブルはやりたくない。楽しくなっちゃってが聞けたからいいじゃないの。カナもアカネも違う角度からアクアのこと理解してる。好きがダダ漏れのカナの笑顔が最強。脚本はなんとかなったけど、今度はアクアの PTSD 問題か。愛の死に際にいたアクアがずっと抱えてきたんだと思うと辛い。ガリャトラウマになるわ。ルビーに知られたくなくて監督を頼るのも何かずっしりくる話だ。ライダはアクアに、アビコは吉祥寺先生にもらった言葉でお互いに一歩前へ。原作者と脚本家が直接会話すればってのは禁じ手なのか。それぞれの立場で考慮すべきことがある。勉強になるなあ。感情演技ができないアクアにカナの助言はトラウマスイッチ。感情が嵐のように過ぎる。面白い。黒川茜が演劇というホームグラウンドで自分好みの演出と役を得て喜び高ぶる感情と自負を乗せつつ分析で作り上げた役を演じる姿と、恋人に対しても役に対するのと同様に解析してしまう。そうせずにはいられない没入型役者としてのGOの見せ方がすごく良かった。アクアの嬉しかった記憶のとこで、全10カットのうち重曹ちゃんが6カット持ってったのが、別に重曹ちゃんのことは嫌いじゃないけど、重曹ちゃんってどこまでも自分のことしか見てないし、事情を知らないから仕方ないとはいえ、
アクアの地雷を的確に踏み抜くしさ。アクアにとっては黒川茜が彼女であるとともに、茜ママでもあるような少し怖い設定多重追加、有馬かなの感情演技、さらにはメソッド演技とも隔絶した憑依のごとき茜の異彩、その片鱗が闇の中で再び眼光に宿るシーンは、前期7話で愛の似姿を見せたように、ぞくりとする美しさだ。プロファイリング的手法で得た過程をもとに話す茜ちゃんもなかなか怖いけど、そこに乗っからず何の話だよって返すアクアの声の冷厉さ、痺れるな。心動かされることはあっても、今はまだ誰かと分かち合ったり名付けたりはできないんだな。というより、多分できるのはルビーだけだろうな。すごい回だった。今までのアクアは表面上でしか描かれてこなかったけど、今回初めてアクアの内面を描写されたと思う。今まで感情を押し殺して復讐のためにで動いてきた。そんなアクアの心内を表したのが、今回の五郎のような影だったのでは。原作全体を通して今回が一番好きなエピソードかも。長年の漫画好きとしては、相思相愛の理想のメディア化での過程を具現化して見せてくれてるわけですし、そして後半のトラウマ発言から茜の推理の流れは、完全に上質なミステリー作品のようで素晴らしかったな。今日はマーリマのカットインとか、アニオリの追加が全部秀逸。ようやく脚本問題が解決したのに、まだスタートラインというのがまた面白い。そしてこれまで助ける側だったアクアがピンチに陥るのは初か。愛を知り尽くした茜の推理力で起点を利かせる神展開。感動。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。